こんにちは、ミルトンです。今日はこのエブリィのフロントの天井収納にちょっと不具合が出たものですから、天井収納自体を作り直してみることにしました。完成品がこちらとこちらとこちら。今回作った天井収納は3種類。この2つはダイソーの材料のみを使って作りました。この天井収納の棚板のみホームセンターのものを使いましたが、基本的には全てダイソーの材料で完成させました。今回も新しい発見がいろいろあってかなり楽しかったです。こちらは昨年ダイソー素材で作った天井収納。ベロアのような手触りと色が内装にあってとても気に入っていました。収納スペースも広く使い勝手も良かったので、このまま使い続けるつもりでしたが、この天井収納を作った後にフラット床と2つのテーブルを木目調で作りましたので、これらに合わせ今回は木製の天井収納を作ることにしました。今回は前回以上に作業をより効率化させたかったので、クリアファイル2枚で型を取ることにしました。映像のようにクリアファイルを2枚重ね合わせ、長さを伸縮させながら車体に合わせます。大体の長さが決まったらマスキングテープ等でクリアファイルの長さを固定、マジックで曲線を引いてハサミでカットするだけです。この作業は厳密にやる必要はなく、車体と板が干渉しなければいい感じに調整できますので、大胆に作業していきます。調整したクリアファイルを棚板に乗せ、マジックでカットする印をつけます。この板は少し小さめにカットするとうまくいきやすいです。格安のジグソーで木材をきれいに切るコツが最近やっと分かってきました。まずオービタル機能という素早く切断する機能をオフにして、次にスピード調整ダイヤルを一番遅く設定。ジグソー本体を動かす速度も焦らずすごくゆっくり切っていくと、直線曲線ともにきれいに切れるようになりました。この日はかなり暑かったので半袖手袋なしで作業してしまいましたが、安全のためにも長袖手袋を着用して作業されることをお勧めします。今回私が使用したジグソーの刃がこちら。木工縁切り仕上げ用の細身の刃ですが、曲線だけでなく直線もきれいにカットすることができました。このジグソーでの切断は木くずだけでなく粉塵がそこそこ舞いますので、個人的には屋外での作業をお勧めします。カットし終えたら仮止めします。固定に使うのはダイソー 29.6 センチのステンレスフリーステーとボルトワッシャーのセット、この2つのみです。センターコンソールの赤丸2箇所のネジをドライバーで緩め、隙間を作ります。ステンレステーを隙間から差し込んだら手で曲げるだけです。この作業は厳密にやる必要はなく、ざっくりで大丈夫です。なるべく目立たないように前の方にセットしました。棚板を合わせてサンバイザーで落ちてこないように仮置きします。板の高さに目安をつけたらマジックで印をつけ、ペンチで折り曲げていきます。余った部分は他の部位の固定に使いますので、これもペンチで折り切ります。次に赤丸部分のネジですが、ここはもともとサービスホールというただの穴なので、前回の動画でタップハンドルという工具で M6 のネジ穴に加工してあります。以前撮影した動画からの抜粋ですが、タップをセットしたら穴に対して垂直に当ててゆっくり回していくときれいにネジ穴を切ることができます。この時は焦らず力を入れず垂直を保って回すとうまくいきました。このネジ部分にもダイソーステーをペンチで短く加工して取り付けていきます。次にサンバイザー部分のネジも緩めて余ったステーを取り付けます。運転席アシストグリップ部分にも同様にステーを取り付けました。
4箇所にステーをつけ終えたら、マジックで板に印をつけていきます。この作業もなるべく効率化させたかったので、穴開け自体も運転席でやることにしました。そのために購入したのが、このダイソーの木工用の 5mm のドリル刃。このドリル刃、ダイソーのドライバーセットに取り付ければ、いい感じに棚板にネジ穴を開けることができます。ただ、このままだと木くずで車内を散らかしてしまうので、木くずをこぼさないようクリアファイルで板を挟みながら作業しました。実はこの時、穴を開ける場所を2箇所間違えて、無駄に穴を開けてしまったのですが、この穴を塞ぐのに集めた木くずが役立ちました。まず穴をセロテープで塞ぎ、反対側から木くずを入れていきます。木くずを入れ終えたら、木工ボンドを流し込んで固めれば完了です。塞いだ穴がこちら。完璧とはいきませんが、一応穴は塞げました。滑り止めの段差もボンドで貼り付けてダイソークランプで固定します。今回は飾り板を貼り付けた収納も作ってみたかったので、45センチ ×20 センチのダイソーのすのこを利用してみることにしました。まずこのすのこは横棒がタッカーと接着剤で固定されているので、ペンチで軽く挟みながら外していきます。この棒も滑り止め段差として利用しますので、なるべく傷つけないように外します。この横棒はペンチで強く挟んでしまうと簡単に潰れてしまうので、すごく軽い力で挟んでいます。ホッチキスの芯のようなもので固定されていますので、これもペンチで外していきます。この分解したすのこ板を MDF ボードに木工ボンドで貼り付けていきます。ダイソークランプが足りなくなったので、工具箱を重し代わりに使いました。ボンドで接着できた棚板に型取りしたクリアファイルで線を引きます。このクリアファイル作戦、気楽にコピーできるので作るのがとっても楽しくなります。この棚板は先ほどの切り材の板より奥行きを少し大きめに作ってみることにしました。こちらも先ほどと同様、ゆっくり切っていきます。切り口がきれいに切れると結構テンション上がります。数千円のジグソーでもきれいに切れるコツが分かってきて、最近とても楽しいです。ジグソーは多少曲がって切ってしまっても、薄く当ててゆっくりカットするだけで修正できるので、かなり便利だと今回気づきました。今回唯一ホームセンターで購入したファルカタ材という一枚板でも天井収納を作ってみました。こちらも車体の横幅だけサイズを測ったら、あとはクリアファイルで型をコピーするだけです。実はこのダイソーの F 字クランプでも今回新たな学びがありました。今までは適当にネジを何度か回して止めていたのですが、このクランプはネジの反対側の端の黒い部分を押しながら回すと、回す回数が圧倒的に少なくて固定してくれます。今までは何度も回して固定に時間がかかっていたのですが、時短できるコツが分かってきてちょっと嬉しかったです。こちらもなるべく切り口がきれいになるようにゆっくり進んで切りました。カットした棚板を車体に合わせてみました。サイズ感はバッチリです。しかもこの棚板、固定する箇所が4箇所のみなので、短時間で固定できる上に見栄えも良くなります。この棚板もダイソーの木工用 5mm ドリルで現場合わせで穴を開けていきます。狭い車内でも移動することなく穴を開けれるのは時短になってとてもいいです。ただこの棚板はルームランプが半分隠れていて、電気をつけても車内が明るくならないので、この部分はカットすることにしました。下のコンソールボックスも開くように施工していきたいと思います。ここはかなり狭い部分で、油性マジックで間違えて車体に黒い色をつけないように水性のホワイトボードマーカーで線を引きました。実は赤丸部分を汚してしまったのですが、
手で簡単に落とすことができました。棚につけた印はフリーハンドで曲がっているので、少し大きめに直線を引いていきます。これも厳密にやる必要はなく、後で削って手触りを良くするので大体の大きさで大丈夫です。実際の切断は赤丸2箇所をより滑らかな形に仕上げたかったので、曲線でカットしました。これもスピードをゆっくり切ったので、きれいに切り口を仕上げることができました。この1枚板の滑り止め段差は長い直線で作らなければならないので、効率を考えてダイソーの 9mm の角棒を貼り付けて使うことにしました。この角棒91センチが2本で100円なのですが、カットのクオリティが結構高く、曲がりも少なかったので段差に使いやすかったです。こちらが貼り付けた後の棚板。これで完成としても良かったのですが、今回はなるべくクオリティを上げて作りたかったので、角を電動トリマーで削ることにしました。今回使った電動トリマーがこちら。削る刃は坊主面コロ付きという刃で削っていきます。この電動トリマー、角を丸くするにはとても便利な工具ですが、刃が高速回転して大変危険な上に粉塵も飛びますので、長袖、手袋、メガネ、マスク着用で作業しました。私はこの工具を使い始めてまだ3回ほどしか使っていないので、正直使うのが今でも少し怖いのですが、角をとても綺麗に素早く丸くしてくれるので、かなり気に入っています。ダイソーの板で作った棚板も同様に削ってみます。安全にも配慮しなければならないのでちょっと大変なのですが、面白いように丸く削れてくれるのでかなり便利です。このクオリティでも十分だとは思うのですが、今回は塗装も行う予定ですので、2000円台の格安サンダーを購入してさらに磨き上げることにしました。このサンダー2000円台なのにかなり優秀で、粉塵の吸引口までついているので、今回は使いませんが、いつか粉塵を吸引させながら削ってみたいと思います。ペーパーは60番、120番、240番と3種類付属していて、まずは120番からスタートしたのですが、このサンダーがかなり強力で、120番だと削れすぎてしまうので240番を使うことにしました。今回初めてサンダーを使ったのですが、短時間で面白いように削れてくれて、使っていてとても楽しかったです。ご覧のようにペンの黒色も一瞬で削り取ってくれます。このサンダー、本来はクランプやバイス等で木材を固定した方が良いそうですので、もし施工される際は安全のために固定して使われることをお勧めします。磨き終わった映像がこちら。売り物かと思えるほどのクオリティで磨くことができて、個人的にはかなり満足しました。映像ではうまくお伝えできませんが、木の表面がツルツルしていて、手触りも良く、ずっと使いたいなと思えるような出来に仕上げることができました。これらに塗装していくのですが、塗料に関しては今回かなり悩みました。本当は木材をアンティーク調に色付けしてくれるワトコオイルやブライワックス、天然のアマニ油等を使って塗りたかったのですが、塗装に使った布やウエストを放置すると天然油が発熱し、自然発火する事故も起きていることを知りました。塗装した木材やオイル自体が発火することはないらしいので、自宅等で使うのは問題ないと思うのですが、夏場高温になる車内の木材に自然発火する可能性のある塗料を塗るのはちょっと怖かったので、今回は水性のニスを塗ることにしました。水性のニスはダイソーにもたくさん置いてあり、5種類あったので全て買って試し塗りをしてみて、気に入ったものを棚に塗ることにしました。ダイソーにはハケもたくさん売っていて、どれを選んでいいのかわからなかったので、一番種類の多い3センチのものを3種類買って比較することにしました。
今回塗る塗料は左から乳白色、メープル、ケヤキ、チークル、ウォールナット。使用するハケは万能用ハケ、ダスターハケ、平ハケ。1回目は平ハケで塗っていきます。2回目万能ハケで塗っていきます。3回目ダスターハケで塗っていきます。3回塗って完全に乾かした状態がこちら。ダイソーの塗料ではありますが、どれも結構いい色に塗れてます。塗り終わった後、表面を磨いていないのでガサついて見えますが、これを磨き上げるとかなりいい感じになります。ハケの比較をしてみました。水性ニスは平らハケが一番塗りやすいと感じました。あくまで個人的な感想ですが、ニスをつけても毛先が広がらなかったので、細かい場所も塗りやすいと思いました。塗料が違うとまた違う感想になるんだと思います。切り材で作った収納はメープルで塗ることにしました。メープルは1回塗っただけではかなり薄い印象だったので、2度塗りすることにしました。こちらが2度塗り後乾燥させたもの。結構短時間で簡単にできた割にはよくできました。手でサンドペーパーをかけただけなので、この辺りが少し尖ってはいるんですけども、でももっと頑張れば取れたかもしれないです。すのこの飾り板を貼り付けた棚板にも塗装していきます。こちらに塗るのはウォールナット。パッと見青紫がかって見えますが、乾くといい感じの色になります。丸1日乾かしたものがこちら。木目がくっきり落ち着いた色になりました。これを360番のペーパーで磨いてツルツルにしていきます。ペーパーをかけた後がこちら。ツルツルでいい感じになりました。塗った直後は紫色だったんですけども、このような感じで綺麗な木目が出るようになりました。ファル型材の一枚板はそのままでもとても綺麗なので、乳白色のニスを汚れ防止目的で軽く塗ることにしました。丸1日乾かした棚板をダイソー2000番のペーパーで磨いて仕上げていきます。磨き上げたものがこちら。すごくツルツルになりました。ちょっとだいぶ手前味噌ですけど、市販品みたいな気がしてます。R がついたところとかすごい気に入りました。めっちゃいい感じです。ダイソーの材料のみで作った棚板を取り付けてみます。簡易的に作ったので1枚500円、1セット2時間ぐらいで完成させられました。シンプルで軽いので結構気に入っています。こちらもダイソーの材料のみで作った棚。1枚600円、1セット3時間ほどで完成します。巨大テーブルに色を合わせて作ってみたのですが、いい感じに仕上がって大変気に入りました。ファル型材の棚板も取り付けてみました。作り始めた当初は全く期待していなかったのですが、実際形にしてみると色もフラット床に近く、スペースもダイソーのものより広く使えることが分かりました。またこの収納は赤丸4箇所のステーを使わなくて済むので、より短時間で作ることができます。ご覧のようにステーの数も減るので、収納部分の見栄えが良くなっていろいろとメリットが増えます。値段もファル型材は1枚1000円前後で、トータルでも1200円ぐらいでできるので、2枚作るダイソーのものとほぼ変わらない価格で完成します。ルームランプの採光とコンソールの開け閉めは棚の一部をカットすることで問題なく行うことができました。
サンバイザーの開閉も何の問題もなく行うことができます。この収納と運転者の距離はかなり開けているので、圧迫感や視界不良を全く感じることなく運転することができます。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。